はい、ありがとうございます。皆様はじめまして、一般社団法人ソーレッジ代表の鶴田七瀬と申します。この度は若者力大賞ユースリーダー賞という名誉ある賞をいただきまして本当にありがとうございます。光栄に思います。では、私の活動の紹介をするために画面を共有させていただきます。はい、映ってますかね。大丈夫そうです。はい、では、簡単にソーレッジの活動と私自身の紹介をさせていただきます。私はですね、2年前にソーレッジを立ち上げまして、性教育教材の制作を通じて子どもを守るために、性教育をしたいんだけれど恥ずかしい、どうしたらいいのかなという悩みを持った教育者の方とか保護者の方の、悩みに寄り添っていく事業を行っております。教材とは言ってもですね、私が制作しているのは例えばトイレットペーパーであったりとかボードゲーム、カードゲームなどの一般的な教材のイメージとはかなりかけ離れているわけではないされる方が多いんじゃないかなって思うんですが、そういうのとは少し違う形態の、ものを作っております。そのような教材を制作しているのはですね、私が海外に留学してその海外で日常に性教育がある環境に触れたという経験が、強く影響しています。一方ですね、日本の現状の話をさせていただきたいなと思っているんですが、皆さん YouTube などに当たり前に性的な情報があふれているということはご存知でしょうか。自分たちの性的な経験を話す YouTuber の動画は検索するとたくさん出てくるんですね。さらに悪質なものでいうとエルサゲートと呼ばれるような人気なキャラクターとかを、例えばミッキーマウスだったり、エルサゲートっていう名前なのでアナと雪の女王のエルサなどの人気のキャラクターが、簡潔に言うと、例えば暴力を振るったり強姦をしたりというような暴力的な性表現をして子どもたちの興味を引いて再生回数を伸ばそうとするような動画なども子どもたちのすぐそばに今現状存在しています。2歳の子どもが性暴力をネタにする動画を見ていたっていう親御さんからの相談を実際に私も受けたことがあります。でそのような動画なども、学校現場など教育ではないですけどすごく子どもたちの行動に影響を与えているんですよね。で、そういう暴力的な動画っていうのはたくさんある中で子どもたちはただ正しい性的な情報、性教育を受けたりっていうことはすごく少ないのでバランスが全然取れてないんですね。暴力の情報めちゃめちゃ来るのに自分を身を守ったり逆に相手を大切にするっていうような知識を得る場はすごく少ないっていう状況です。で私たちが今行っていること、私たちにできることっていうのは、大人が子どもを守るために必要な知識をごまかさず誠実に日常的に伝えていくことっていうのが必要なんじゃないかなと思っておりまして、で私たちがやっているのがですね、その日常に性教育を取り入れていくということです。で、私が海外に留学した時にですね、その日常に性教育がある環境っていうのがどの国でも10代の中絶とか性行為の、その危険な行為とかが、減っている減少している傾向のある国に訪問した時に感じたのが日常に性教育のある環境だなっていう、そこがどの国でもキーワードになっているなというふうに感じていました。ただ現在の日本の性教育という言葉の定義では子どもが授業を受けたり本を読んだりするなどの勉強をイメージされる方が多いなって思うんですね。ただ私が考えている性教育の定義っていうのが行動を変えるための全ての環境整備だと思ってます。例えば子どもたちが悩みを持った時に相談できる先を知っていることとか、実際にしに行こうとか相談するっていう発想になるみたいな、そういう相談先の大人が多用できる状態でいるとか、そういう全てのことが環境整備っていう言葉に含まれています。その環境整備を目指して子どもたちの周囲にいる大人たちのサポートを今ソーレッジで取り組んでいます。そうですね。
はい、なんかこのユースリーダー賞をいただいてすごく光栄だなっていうふうに思っていると同時に性教育っていう活動自体が今まではすごく影の場にあったというか触れづらい問題だったりっていうのを感じていたのですごく光栄な気持ちとこの性教育の話を公の場でできるっていうことにすごく感激をしてまして今日いらっしゃった皆さんも一緒に私とというか一緒に社会を変えていけるのがすごく嬉しいなと思います。本日は本当にありがとうございます。鶴田さんありがとうございました。本当におめでとうございます。